ここからの景色をぼーっと眺めながら奈良公園のね、自然を堪能していただければなと。あ、鹿ちゃん発見しました。あげちゃうはい、どんどん来ますね。いいですね。この人と鹿が共生しているっていうのがすごく一番伝わりやすい、分かりやすい場所ですね。はい、皆さんこんにちは。写真家の和人です。いい写真撮っていますでしょうか。今日はですね、もうご覧ください。僕の撮影のホームグラウンドと言えるでしょうか。奈良公園にやってまいりました。コロナのもうやっとちょっと落ち着いてきてね、そしてゴールデンウィークもすっごい人やったんですけど、あっという間にもう季節は過ぎましてね、桜の時期、ちょっと前では藤の花が咲いてたりとかしてたんですけども、見てください。もう僕が一番好きなこの新緑のシーズン到来。新緑のシーズンってことは皆さんお気づきですか？小鹿ちゃんがもう生まれたというね、ニュースもね、上がってましたね。楽しみな時期に来ましたよ。今日はですね、奈良公園を散歩しながらですね、奈良公園の魅力であり、鹿とのね、触れ合い方、ちょっとね、数年前にゴミを食べて亡くなっちゃった鹿とかはね、そういった悲しい事件もありましたので、再度ね、これから奈良公園にお越しいただく方に対して、皆様に鹿との触れ合い方とかね、そういったのをお届けできたらなと思います。そして、この動画を見て、また奈良公園行きたいな、行ってみたいなと思っていただけるような内容にできたらなと思っておりますので、じゃあ行きましょうか。ここでね、皆さんね、意外と知らないのが、この場所はね、春日大社境内の、飛び火野という場所なんですけども、ここから見える景色がもう僕本当に大好き。ここにベンチがあるんでね、皆さんね、よかったらこのベンチに座って、この景色を眺めていただければいいと思うんですけども、実は、ここから見える、ちょっと山を簡単に紹介したいなと思います。もうここにもね、書いてはあるんですけども、一番左に見えるちょっと小高い丘みたいな山が、あれが皆さんよくご存知の若草山ですよね。ここから見えてるのが1重目と2重目が見えてるのかな。で、ちょっと上の方に3重目の木が見えてますけど。で、真正面にちょっと見えづらいかもしれませんけど、山と山が重なってるんですけど、前にポコンと、これですね。見えてるのがこれ三笠山です。ここが伝説の白い鹿が降り立ったと言われている三笠山でございますからね。で、その奥に広がるのが春日山原始林。そして右側、ちょっとね、三角の、草原というか、ちょっと山の中にポコンと穴開いたところが見えますけど、あれが高窓山になりますね。奈良でいう大文字焼き、地形大文字焼きをね、するとこになってます。ぜひ、飛び火野に来られた際は、ベンチに座ってですね、ここからの景色をぼーっと眺めながら、奈良公園のね、自然を堪能していただければなと思います。ここ奈良公園はですね、世界的な観光名所であることはもちろん、鹿とね、触れ合えることができるのもご存知かと思います。東大寺であったり、春日大社など、歴史的建造物や国立博物館などのね、文化施設、さらにはもう手つかずの自然が残る世界遺産、春日山原始林があったりとね、本当にいいところなんですよ。もう僕ね、こんな近くに住めて、さらに仕事もできて、本当に幸せ者ですね。ここは、約660ヘクタールあるね、広大なエリアに、現在1200頭ほどのね、鹿たちがのびのびと暮らしてるんですけども、都市と自然がつながって、人と鹿が共に暮らせる、世界にここにしかない場所なんですよね。今日はそんな奈良公園と奈良の鹿について魅力をお届けしながら、たまにね、ちょっと撮影のポイントなどもお届けできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。OK。ここ、飛び火野という場所はね、朝、6時から8時ぐらいまではね、たくさんの鹿が、この芝を食べにね、集まるんですけど、もう8時、9時ぐらいになるとみんなもう、ゆっくり反芻しに行くために木陰とかね、森の方に戻っていくんですよ。だからちょっと今数は少ないですけど、まだ食べてる鹿たちがいるんでちょっと行ってみましょうか。ついでにちょっとこのクスノキもちょっと紹介しとこう。まだ見てください。この大木すごくないですか？飛び火野では象徴的なね木になって、もう待ち合わせ場所にはぴったりの場所ですね、ここね。はい。これ実はね、一本のねクスノキがあるんじゃなくて、根元見てもらったら分かる通り3本のクスノキが一つの形にね、お互いをなんやろ、
邪魔しないように綺麗な形にね、伸びてるんですよね。これ実はね、真正面見てもらったらわかるんですけども、ここはもう明治天皇の玉座跡ということでですね、すごい歴史的にも価値のある場所なんでございます。いやー、この木は本当に一生残していかなあかんねんよね。この囲いを見る限りもうわかるもんね。根っこからもう踏み固めないでねと言わんばかりの場所ですね。いいわ。あ、ちかちゃん発見しました。今撮影してるの5月の中旬なんですけど、この子もう毛の生え変わりがもう綺麗に進んでて、夏毛カノコ模様になってますよ。ほらほらほら、すごい綺麗なカノコ模様。早いね。綺麗に毛が抜けて、頭の上がちょっと残ってるぐらいで、ほら、カノコ模様が綺麗。こういうね、カノコ模様っていうのはね、木漏れ日の中に入り込むと、姿がね、ちょっと見えづらくなるというか、紛れ込ませるというかね、同化するんですよね。いいね。奈良公園にね、暮らしている鹿はね、ニホンジカという種類なんですけれども、体長は約1メートルから1メートル50センチほどですね。で、草食動物で主に食べているのは、この一面に広がる芝でございます。他にもね、どんぐりであったりとか、そういった植物を食べるんですけども、主食はこの、芝になります。で、ちょっと面白い話をするとですね、この奈良公園の芝のね、管理にも実は貢献してまして、この広大な敷地の芝を人の手で刈ろうとしたらもうすっごいお金がかかるんですよね。でも1000頭以上のこの鹿ちゃんたちが芝を食べてくれるので伸びずに、そういったね、管理費にも貢献しているということなんですよね。で、さらに奈良公園にね、行くとよく見かけるのが、この鹿ちゃんの糞。もう至るところに糞が落ちてますけど、これも実はね、人がね、掃除してるわけじゃないんですよ。目にはつきますけども、この糞をきれいにしてくれてるのが、糞虫というね、オオセンチコガネという青い、綺麗な、俗に言うルリセンチコガネという虫がいるんですけどね、その虫たちが、この糞をですね、巣へと運んで、それを食べて細かくしてね、さらにその細かくなったのをちっちゃい微生物が食べて、そして地面へと栄養が渡り、さらにそこから芝が伸びて、それをまた鹿が食べるというね、すごい循環が繰り返されているわけですね。素敵ですね。ああいうところにも鹿がちょこちょこいんねんけどな。この参道綺麗な、いつ見てもね。こちらご覧ください。春日大社の今参道をね、歩いているんですけど、あそこにちょうど灯籠のね、近くに鹿がいますね。もうこれぞ奈良公園の景色ですよね。いいじゃないですか。この海外の方が、観光客の方がね、こう鹿とこう目が合うとかね。いいですね。で、ここでちょっとね、歴史と言いますか、鹿のね、言い伝えみたいなものをちょっとお話ししようかなと思います。この奈良公園に暮らす鹿たちはいつからいるのと思ったことありませんでしょうか？実はですね、1300年前にですね、茨城県の鹿島神宮というところから竹三日月の命という神様が白い鹿に乗ってですね、こちら春日大社の神域であるね、三笠山降り立ったという伝説があるんですね。で、その白い鹿の子孫たちが、今こちらにね、いる奈良公園に暮らす鹿たちと言われています。なので、神の使いとしても大切に保護されておりまして、国の天然記念物にも指定されているんですね。奈良の象徴ですからね、この鹿たちは。やっぱりね、ずっとこれからも仲良くやっていかないとダメですよね。新緑のね、シーズンを迎えたということは、鹿たちの出産シーズンでもあります。この5月から7月、5月、6月が一番多いかなと思いますけどね、妊娠してね、お腹が膨れたメスたちが多いシーズンでもあります。で、基本的には、後ろにちょっと見えてるんですけど、6円ですね。で、メス鹿は、だいたい8割ぐらいのね、奈良公園にいる妊娠している鹿は、こちらで保護されるんですけども、はい。で、それ以外もですね、後ろにちょっとお腹の大きいね、この子は妊娠してるかちょっとわからないですけど、
お腹大きいな、でもちょっと。重たそうやもんね、お腹。まあね、こういった、まあ、妊娠してる鹿がね、近くにいてもね、あんまり近づきすぎない。なぜならちょっとね、気性が荒くなってるんですよね。お腹の中にいる子供を守るため、親御さんでね、家族で来た時も、奈良の鹿は大丈夫やろうということで近づきすぎちゃうと、小さいお子様とかは、やっぱりね、このメスのね、前足パンチを食らったりするんでね、本当に危険です。この子本当にちょっと大きいようにも見えるけどね。はい。なので、今のシーズンは容易に近づきすぎないっていうのもちょっと覚えておいていただきたいなと思います。また、そして、6月、7月になると、小鹿ちゃんたちがね、生まれます。小鹿ちゃんたちがもしね、奈良公園の中で出会ったとしても、絶対に近づきすぎないでいただきたいですね。驚かしたりもしないでほしいし、追いかけることも絶対にやめてほしいし。で、もしね、写真を撮りたいっていう方は、ちょっと離れて、スマホでもね、望遠レンズでも、ちょっとズームしてね、撮るっていうことも、配慮していただけると、嬉しいなと思います。この子ね、メスなんですけど、妊娠はしてないのでお腹もね、意外とスマートなんですよね。で、よく見ると、下からね、冬毛が上でもそもそボサボサしてるのがちょっとついてて、下からこのカノコ模様が見えてきてますよね。この5月からね、寒毛期ということで毛の生え変わる時期なんで、この子すごくわかりやすいね。めちゃめちゃ綺麗なカノコ模様が出てきてますね。なんかちょっとこう、触れ合いたくなるからちょっと鹿せんべいでも買いに行ってみようか。あそこに鹿せんべい売ってるしな。ちょっと鹿せんべい買いに行こう。ちびっ子たち、今からね、おっちゃんが、鹿せんべいの揚げ方をね、レクチャーしてあげるから。この揚げ方を一歩間違えると危険やけどね。もう、おっちゃんもビビりやから、すぐ揚げるからね。見といてね。で、鹿せんべいはですね、200円でですね、開けちゃったけど、200円で10万円入ってますからね。で、この紙も実は食べれます。このインクがね、大豆インクというね、食べても問題のない、インクで印刷されてますのでね。はい。全部あげちゃおうと思います。で、まずですね、鹿せんべいを持って鹿に気づかれたらですね、逃げちゃうんやけど、こう逃げちゃうとですね、ちょっと鹿が追いかけてくるので、もうね、すぐあげちゃう。こういうような感じで、もう、すぐあげちゃう。こんな感じでね。まあ、あげちゃう。あげちゃう。はい、どんどん来ますね。ね。はい、あげちゃう、あげちゃう。あげちゃう、あげちゃう。はい、早い。ね。ここで逃げたらね、追いかけられてキャーキャー大変なことになるの。で、まず全部これね、200円がね、ほんの30秒で終わりました。で、あげ終わったらこれパーです。パー。もうないよと。もう鹿ちゃんこっちもう全く見えへんね。ないって分かってんのかなもうパーが大事これ。パーすると、もう鹿ちゃんは僕に興味がなくなりますんで。そして、他の鹿せんべい買った人の元へと去っていきます。これが正しいあげ方なんで、ここでちょっとじらしたりすると、ね、お辞儀はしてくれるんですけど、このお辞儀っていうのは実は、はよよこせのね、はよちょうだいちょうだいの合図なので、もうちっちゃいお子ちゃまたち、鹿せんべいは素早くあげましょう。あげたら何もしてきません。では、パーね。今ね、鹿ちゃんに鹿せんべいをあげましたけどね、ただ皆さんに知っておいてほしいことがあります。もう鹿せんべい以外のね、食べ物は絶対にあげないでください。また、ゴミなんかもね、本当に気をつけていただきたいですね。食べ物の匂いのついたビニール袋なんかがね、落ちてるとね、鹿はもうすぐ食べちゃうんですよね。で、それが原因で死んじゃうこともあります。もうそのことをね、しっかりと理解していただいて、鹿とね、正しい接し方をしていただければと思いますので、はい。そうするとね、人も鹿も楽しめることができますのでね、こういう可愛いね、鹿たちが幸せに暮らし続けていけるためにもね、人がね、そういったルールを守るってことが未来へ繋がりますからね。あー、いいおしっこ。この小鹿めっちゃ可愛いな。ちょっと待って。奈良公園を歩いているとですね、至るところでね、ところどころでこういった、注意書きの看板を目にすることもあると思います。この内容をね、本当にしっかりとね、観光客の方は見ていってください。もう英語でもちゃんと書かれてます。韓国語でもね、中国語でも書かれてますのでね。で、一番まず今のこれからの時期に目立つのがこちら。絶対に小鹿に触らないでください。お願いします。もう小鹿にもし人が触れちゃうとですね、人間の匂いがついちゃうんですよね。そうすると、お母さんが人間の匂いがついた小鹿をもう育児放棄しちゃうことがあるんですよ。そうするともう小鹿はもう生きていけませんので、絶対に奈良公園に来られてね、可愛い小鹿がいても絶対に触らないでください。これだけは本当にお願いします。で、小鹿がなんか木陰に、木陰にいたりとか、溝にちょっとね、隠れてたりするんですよ。それって実はお母さんの帰りを待ってるだけなんです。留守番してるだけなので、迷子になってるわけじゃありません。もしそういった場面を見つけても近づきすぎない。
絶対に驚かせない。そして追いかけない。もし驚かせたりして小鹿がその場を離れちゃうことによって迷子になっちゃうんですよね。お母さんが帰ってきた時にもう小鹿がいないってことになるんでね。絶対ここ守ってください。その他、よくあるのが袋とかですね。を持ってると餌が入ってると思って鹿が噛んでくることもありますし。で、こちらですね、先ほども紹介した通り、今、妊娠時期のシーズンなので、お母さん鹿がですね、小鹿を守ろうとしてお腹が膨らんでる子、もし近くに小鹿がいたら、こんな感じで前足を上げて叩いてくることもあります。これがね、小さいお子様がね、よく見かけるので、本当に親御さん、奈良公園は安心やからと思って、お子さんを一人で鹿に近づけないでくださいね。危ないですよ。あとは、発情期になると、これから8月、9月に向けてオス鹿の角がどんどん伸びていきます。で、9月にはね、すごい尖った危ない角になるので、ついてくることもあります。気が荒くなってね、近づきすぎないようにしましょう。そして、この突進ですね。この突進も、このちょっと上と似てるんですけど、小鹿を守ろうと思ってお母さんがちょっと観光客のね、一人であったり、突進してくることがありますので、近づきすぎないようにしましょうね。はい。で、そのね、看板は実は裏もあるんですよ、こちら。はい。で、こちらにね、よくあるのが奈良公園内で犬を離さないでください。鹿にとって犬は天敵でございます。本当に犬が嫌いですのでね。離さない。散歩してもいいんですけど、近づけないでようにしていただけると助かりますね。嬉しいですね。あとはもう、さっきも言いました、鹿せんべい以外の食べ物を与えない。お弁当の食べかすとかパンのね、袋とかそこら辺にお願いやから捨てないでください。それを食べちゃったらね、本当に死んじゃうことがあるのでね。あとは、こちら、追いかけたり、叩いたり、そういったこともね、しないでいただけたらと思います。もう本当にこの看板見かけたら、一度裏表、じっくり読んでいただいたりとかね、スマホで写真撮って見返してもらえると嬉しいです。はい。こちらね、やっぱ奈良公園っていうのは鹿だけじゃなくて、この四季のね、彩りとかね、そういう季節も楽しめるんですよね。春は桜が満開になり、で、今の夏は、初夏はこのもう緑が青々としてね、もう鹿の茶色の体のコントラストもすごくいい感じになりますし、あとは秋になると紅葉、そして冬になると霜や雪、そういったね、いろんな景色が見れますので、いろんなね、おすすめのポイントはあるんですけども、皆さんがそれぞれの季節に来てね、自分だけのお気に入りの場所っていうのも探してもらうのもいいんじゃないかなと思います。で、その他にですね、スマホでも、こういったね、一眼レフカメラでも鹿を撮る時のね、簡単なポイントとしてはですね、鹿の表情を活かした写真を撮りたかったら、ちょっとね、しゃがんで鹿と同じ目線で撮ったりとか、あとはせっかく奈良公園来てるんやから、奈良公園の景色と一緒に鹿を撮りたいなって思うんやったら、離れて、そして鹿をワンポイントにして、綺麗な景色の中に鹿を一緒に入れて撮るというね、そういった気持ちの余裕を持つことが大事じゃないかなと思います。カメラの設定とかね、スマホの設定とかそういうことよりもね、そういった気持ちの余裕があれば、いろんな写真がどんどん撮れるようになるんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひ奈良公園に来たら、いろんな写真撮ってみてくださいね。はい。朝からね、奈良公園をずっと歩いてるんですけど、本当にね、ゴミが落ちてないんですよ。やっぱこういうのも鹿が食べてるわけじゃ実はなくて、朝からボランティアの方々がゴミ拾いをされてたんですよね。なので皆さんももしね、ゴミが落ちてたらちょっと拾うとか、そういったことも心がけてもらえると嬉しいなと思います。本当に感謝ですね。すごく綺麗。で、やっぱりね、奈良公園の鹿たちがのびのびと暮らせてるのは、奈良の鹿愛護会の方々がね、日々、鹿たちを、大切に保護してくれてるおかげっていうのもね、皆さんにぜひ知っておいていただきたいですよね。で、愛護会の方々は、今で言うと、妊娠しているメスを保護したりとか、あとは6月1日から行われる毎年ね、小鹿の公開であったり、鹿の角切りとか、その他、本当に、奈良の鹿に関する、様々なことをね、されている、会ですので、僕も会員の一人でございますから、皆様もぜひ、興味があれば入っていただいて、鹿の保護に、役立つ活動をね、一緒にできたらと思います。もうこっから見えるのでもわかるけど、ここ、奈良に来たらここですね。東大寺の参道ですね。
すごい人。平日ですからね、今ね。これでもまだ落ち着いてる方ですけど。あ、ちょっと渡ろうか。続々と観光客と、そして、修学旅行生かなが訪れますね。もう見てわかる通り、もうここの鹿たちが一番人慣れしてるやろね。もうあそこでもね、お辞儀してたりとか、鹿せんべい売り場の前でもう鹿せんべいを買ってくれる人を待ってたりとか。いいですね。この人と鹿が共生してるっていうのが、すごく一番伝わりやすい、わかりやすい場所ですね。僕は個人的には人が多いんであんまり来ませんけど。こうやってお辞儀するのよね。このお辞儀、もししたら、早くよこせの合図なんでね。僕はもう何も持ってないんでお辞儀はしませんけどね。鹿せんべい持ってたらすごいお辞儀すると思います。はい。一番賑わう場所です。賑わいを取り戻しましたね、奈良公園は完全に。お店の人たちも喜んでるんちゃうこれは。でも見るからに、修学旅行生以外はほとんど外国の方ですね。はい。皆さんいかがだったでしょうか。今回のね、動画では、この奈良公園という場所の魅力、そして鹿たちとのね、簡単な触れ合い方もね、紹介できたと思います。で、この奈良公園っていうのは、もう日本の歴史や文化も、そして自然ね、そして人と鹿が共生する、本当に世界で一つの場所だと思ってますので、皆さん来たくなったでしょう。ぜひね、今日の動画を見てね、奈良公園に足を運んでいただけたら嬉しいと思います。でそんな奈良公園も、やっぱりね、忘れてはいけないのが、こういった場所を管理されているね、方々がたくさん、大勢の方がいると。そういう方々のおかげで、この場所があるっていうのも忘れてはいけないことなんじゃないかなと思います。まあそういった方々のね、ことを忘れないように。そして、鹿たちにもね、感謝しながら、僕はこれからも、未来に残る写真をね、撮り続けていきたいと思ってますし、そしてこの奈良公園という場所を世界中にね、魅力を発信していきたいなと思っております。ぜひ奈良公園にね、お越しいただき、皆さんも楽しんでいただけたらなと思います。あ、思い出した。一個忘れてたわ。そうそう。これでね、またいい本があるんですよ。私がね、出版させていただきました。明日、鹿に会いに行こうという本があります。ここら辺に出てんのかな？この本にはね、奈良公園、そして鹿の魅力、うんちくから何まで、もう盛りだくさんに載ってますんでね、ぜひこちらを一冊見ながら奈良公園を探索していただければ、倍以上に楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、そちらも絶賛発売中ですので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、皆さん、あれ鹿とか行っちゃった。もう早く来ないと夏終わっちゃうよ。絶対来てね。じゃあごきげんよう。